皆様、本日はですね、こちらの豚バラのブロックを使ってゆで豚を作って簡単なおつまみ作っていきたいと思います。で、付け合わせにね、ちょっとキャベツ、春キャベツとかをね添えていこうかなと思います。で、まず最初にね、タレとかもろもろを作る前にゆで豚から作るんだけど、まず用意してほしいのはこのネギの青い部分、臭み取り用にね、生姜じゃなかったこれニンニクと生姜と唐辛子、あとちょっとねブラックペッパーとかですね、やっていきたいと思います。で、今ここお水が2リットル入っております。まずネギ2リットル鍋に長ネギの青い部分たっぷりと、唐辛子一応種だけ取って唐辛子ね、こちらを2本で、ニンニク、正直ニンニク皮ついてても別にいいんだけど、一応剥がして皮は潰して香りが少し出やすくなった状態でニンニク2かけと生姜、これも皮付きでいいので調理しづらいところを使おう。はい、生姜を適当に2かけ分入れて、でここにブラックペッパーをホールでいいので数粒10個もいかないかなぐらいかな、はい、入れまして、でここに豚バラ肉、こちら今回合計2つで1キロあるかなないかなぐらいなんですけれども、こちらに塩をちょっと揉み込んでおいて、結構たっぷりめに塩をちょっと揉み込んで、はい、そしたらもうこれもお鍋に入れちゃいます。お酒を 200cc 入れて、はい、これで火にかけていきます。一回沸騰してちょっと放置してるとね、だいぶアクは出てくると思うので、そちらのアクを取りつつ30分間まず豚肉煮込んであげてください。でその後、火を止めて冷ましつつもう30分間でちょっと余熱で火を通していく感じで豚肉をね柔らかく茹で上げていきたいと思います。じゃああとは本当にこの状態で茹でていくだけなので、アクを取りつつやっていきたいと思います。では今ね30分茹でた後、もう30分火を止めて、こんな感じでもうこのスープ自体がめっちゃ美味しいので、このスープだしが入ってるね、このスープとして飲むのもすごいおすすめなんだけど、ちょっともうちょっと豚肉を休ませてる間に、こちら春キャベツちょっとめくっていって、めくれるところまでね、適度に春キャベツをほぐして、今回半玉ですね、こんな感じになったら軽くラップして、こちら電子レンジでチンして加熱します。はい、ふんわりラップして600ワットで2分ほどチンします。あと一つ、こちら今人参なんですけれども、こちらのこういうね千切りとかそういうのができるやつでおろしたんだけど、今回彩りとしても一緒に巻いて食べるとしても美味しいかなと思って人参をおろしたものです。すったものなんですけども、こちらにごま油を大さじ1とお塩少々で、もうこれで混ぜるだけで、最後ここに少々のごま入れて混ぜ合わせて、こちらもちょっと付け合わせにねしていきます。はい、最後ではちょっとタレを作っていきます。ちょっとタレの準備してる間に春キャベツはもうチンが済んだので、この状態で最後ちょっと粗熱を取っときます。じゃあこの中でどんどんタレ作っていきます。まずニンニク、刻みニンニク、もちろんフレッシュなやつでもいいよ、大さじ1杯ほど。刻み生姜、これも桃屋でいきますね。もニンニクと同量、こちら豆板醤ですね。豆板醤も結構たっぷりめに入れます今回。ここで豆板醤の量を減らせばそんな辛くはなくなると思います。こちらも大さじ1杯ほど、ちょっとこれちっちゃいスプーンだったんでね2杯入れたんですけども、にコチュジャン、こちらも大さじ1杯ほど、これちょうどいいぐらいだ。はい、コチュジャン、ここに茹で汁を
大さじ3杯ほど入れて、丸鶏ガラスープを小さじ1/2ほど、ごま油を大さじ2杯、お醤油こちらも大さじ2で、ここにこちらのすりごま、いりごまじゃなくてできればすりごまにしてほしいんだけど、まあ普通のごまをねおろすというか、すり鉢とかでギコギコしてもいいし、じゃあすりごまを大さじ2杯たっぷりですね。でここに最後ちょっと味付き塩コショウで味を整えて、結構辛めになってるんで豆板醤の量はね皆さん調節してください。ちょっとねタレ完成したと思ったので、ちょっとだけ酸味が欲しいのでお酢を大さじ1/2ほど、少量でいいです。ほんと少しだけ酸味を足すって感じで OK。 これでタレは完成。改めてはい、ではこちら豚肉なんですけども、大体多分こういう形で売ってると思うんですけど、豚バラはブロックとかはこれまず半分にカットして、でこちらを3枚ぐらいにカットしていきます。いいね。薄くカットできそうだったらさらにもうちょい薄くカットしても大丈夫だよ。まあ3枚から4枚ぐらい。いいね、プルプルです。じゃあこんな感じで豚肉をカットしたら、一応ね今回少しちょっと緑も欲しいんで水菜も用意して、で最後はこちらの用意した野菜を下に引いて、この豚肉上にのせた後さっきの特製のタレをかけて完成なので、実際食べていきたいと思います。では早速ゆで豚いただきたいと思います。いただきます。まずは最近ねちょっとねこれうまい。そうおいけ、じゃあ乾杯。まずね俺レモンの方が好き。すっきりしてるよね。すっきりしてる。いい？しっとりしてそう。いただきます。どう？あ、うまい。じゃあちょっといただきます。なるほど。しっとりして柔らかさもあるんだけど、ちゃんとした弾力、豚肉の弾力もある感じだから、なんて言うんだろうな、難しいよね。難しい表現がすごい美味しい。昔ね、よだれ鶏こうちゃんに作ってもらったことがあるんだけど、よだれ鶏ってしっとりして柔らかなんだけど、弾力、お肉の弾力にはちょっと欠けるんだよね。だからこっちの方がお肉食べてるかなっていう感じがする。食べ応えもしっかりあるよね。めっちゃうまい。これ普通にご飯とも合うと思う。今回ねおつまみとしてね作ったんだけど、でバラで今回作ってるから余計な油を折ってるんだけど甘いんだよね、油が。うまい。春キャベツ。これね、本当にね、もうちょっとね、やっぱり茹で時間本当大切だと思う。多分茹ですぎたらパサつくんだと思うんだけど、それが全然ないんだよね。だからそこが
個人的にめっちゃうまい。だから厚みがあるんだけど柔らかくて、しっとりしてるんだけど弾力もあるっていう、なんかもう個人的に最高のいいとこ取り肉加減。あ、待って、春キャベツ一緒に食べて。春キャベツが超うまいわ。ね、絶対合うだろうね。ただチンしただけなのに、ね、結構ねしっかりと辛みはあるから、こういう腸のね生野菜とかお野菜系と一緒に食べてなおいいみたいな感じの。オッケー。だから普通にサンチュとかに巻いて食べても美味しいと思うし。なるほどね、うん、ちょっとじゃあ春キャベツと。うまくない？いやこれでか絶対に春キャベツで食べてもらいたい、ね、このピリ辛のこのもうソースが本当に美味しいんだけど、甘みがめっちゃ引き立つんですよ、キャベツの。だから春キャベツの柔らかさと甘みがよりこのタレによって引き出させるから。分かりやすいよね。あとね、お肉とのね相性抜群。さっきこうちゃんサンチュって言ったけど、サンチュももちろん美味しいんだけど、絶対春キャベツで食べてもらう。しかも茹でた春キャベツ超絶うまいわこれ。こうちゃん加熱した春キャベツね。チンした春キャベツで食べてもらいたい。で今回このタレに砂糖を入れてないんだよ。だからその分春キャベツの甘みがより際立つ。なるほどね。マジでうまい。これだけ食べたら結構低糖質な料理だと思う。いやっていうかね、この分厚さでこの柔らかさがまずすごい。でパサついてないのがまたなおつすごい。めっちゃうまい。いやマジででも春キャベツの相性が抜群でいいね。もちろん水菜とこのこうちゃんが作ってくれた人参もうまいんだよ、合わせると。でも春キャベツにはかなわない、絶対春キャベツのこの加熱したやつが絶対うまいですこれ。うまっ。あと何度も言うけどもうタレがやばいわこうちゃん、さすがだわ。本当に好き。あ、待って、お酒全然飲んだない。お酒全然飲んだなかった。あまりにもうますぎて。うまいよね。で今回の分量で辛いんで十分辛いんだけど、辛すぎるわけではないんだよね。全然俺は大丈夫。辛いのそんな得意じゃないけど、蒙古タンメン中本さんのが全然辛い、すごい好き。うまいわ。ということで本日はですね、絶品おつまみということで、ゆで豚、ちょっとねネーミングはねちょっとせっかくゆで豚だとちょっともったいないネーミングだと思うんで後で考えたいと思うんですけど、こうちゃんに作っていただいたんですけど、めちゃくちゃ柔らかでなんだけど、で分厚さもあるんだけど、なんかねなのにパサついてなくてしっとりしてるからすごく食べやすくて美味しいです。本当にびっくりしています。びっくり。ただ茹でて絶品タレ、こうちゃんが作ってくれたその絶品なタレをかけるだけでこんだけねお手軽に作れるおつまみなんで本当おすすめだなと思います。あとはお好きな野菜をねたくさん一緒に皆さんそう一緒にとってもらったらいいんですけど、個人的には加熱した春キャベツともやしがすごくいいんじゃないかなと思います、はい、やっぱこのしっかりしてるからねタレが、すごい相性もいいと思います。ということで以上になります、とっても簡単なのでぜひ皆さん作ってみてください。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。